日はスイスの家庭料理、フランス語でフォンデュオフロマージュ、チーズフォンデュをご紹介いたしましょう。一口大に切ったパンをチーズ鍋につけて食べるのが一般的ですが、今日は野菜やソーセージも一緒に切って食べてみましょう。はい、今日はチーズフォンデュを作っていきたいと思います。スイスのティルジットチーズとラクレットチーズを使いたいと思いますね。白ワイン、カリフラワー、チョリソーと人参、はい、チーズのすりおろし器使いますね。ラクレットチーズは独特の匂いありますね。なので表面外します。これはこれでワインのおつまみとかで食べても美味しいですね。粗挽きでいいと思いますね。表面は癖があるので切りますね。お湯が沸いてきたのでカリフラワー茹でます。そしてワインと分離しないようにコーンスターチをまぶしておきます。小麦粉でも構いません。の皮むきます。はい、一口サイズ人参切って入れます。あ、そっか、先に人参もちょっと煮ます。ソーセージもちょっと一緒に煮ちゃいましょう。茹で上がったの火止めて切っていきます。ソーセージは3つかな。ブロッコリーでもいいんですけど、カリフラワー使いますね。芯を外せばあとは適
当に分かれてくれるので。よいしょ。あとパン、肝心のパンも切ってね。アスカもパン大好きです。はい、どうぞ。よし。燃料のアルコールを入れます。火をつけます。火加減はこれで調整できますね。で白ワインを入れます。2種類のチーズを溶かしていきます。ヘラで溶かします。このチーズフォンデュも私が子供の頃よく作ってもらって食べた料理の一つです。親が料理研究家でなかったら多分普通の家庭ではやらなかったでしょうね。特権です。今の家庭だったら普通に作るでしょうね。50年前の日本では多分普通の家庭では食べなかったと思います。今日は風が強いですね。スイス産のチーズを使わなくてもこういったパラグアイ産の普通に売ってるチーズを入れても構いません。混ぜちゃいましょう。はい、それでは食べていきましょう。パンを突き刺して絡めるようにして、それぞれこういうスティック持ってですね、食べます。食卓を囲んで、でチーズをよく絡めたら糸を引きますね。はい、美味しい。人参もいただきます。チョリソー、カリフラワー、もしこうやってパンを落としてしまったら罰ゲームがあるんですね。例えば歌うたえとかですね。でもしチーズやワインが足りなくなったら追加してください。チーズフォンデュの完成です。